どうもベルです。今回は、ドゥームステイの並走攻略ということで、レアスキルについてやっていこうかなと思います。最近、製造チップの、お得なパックがよく、来たりしていて、各週開催で生成チャレンジが、来てますので、もう大変であることには変わりがないんですけど、以前よりも少しだけレアスキルの敷居が下がったんですよね。で、すなわち、もうライバルたちもどんどんレアスキルを取っていくわけで、今後、ラリーリーダーを目指している方や、中トンリーダーを目指している方は、このレアスキルっていうのは、避けては通れない道なんですよね。また、無課金、美課金の方も、将来的に一番強くしている部隊のうち、1箇所か2箇所だけでも、レアスキルを解放すれば、飛躍的に、強くなるんですけど、解放するレアスキルの部位次第で、めちゃめちゃ強さ変わるんですよね。解放する部位を間違えてしまうと、せっかく解放したのに、全然強くならないということも考えられますので、ぜひ、今回の動画が参考になれば、嬉しいなと思います。では、早速、やっていこうと思うんですけど、まずは、そもそも、レアスキルとは何ぞやというとこですよね。で、レアスキルというのは、装置以外の上位レジェンド兵装。基本属性が3つついてる、兵装ですね。そちらと、あとは、レジェンドの装置。こちらを、星5にしたときに、解放される、5つ目の生成ステータスでのみ、解放できてかつ、紫の生成チップ使用時に超低確率で入手できる特別なスキルのことです。で、この超低確率というのは、本当に超低確率で、これ、公表されてないので、あくまで世間で言われてる体感値になってしまうんですけど、だいたい400分の1から700分の1くらいですね。なのでこれ、紫の、チップが1000個あったとしても、つかないときはつかないです。なので、その分、強力なスキルにはなってますので、もしつけば大幅に強くなれるんですが、こちらの効果は部位によって異なります。で、そして、この、各部位ごとの、効果。こちら皆さん、ご存知でしょうか？どのような効果がつくかは、その部位の上位兵装を持っていれば、こちらの強化欄の生成、そして左下の生成属性ボタンを押していただくと、つく可能性があるステータスとその幅が表示されてまして、そしてそこの一番上のところに、5つ星でアンロック。レアと書いてあるところに書いてあるのが、レアスキルです。で、こちらは違う兵科の兵装であっても、部位が同じであれば、同じレアスキルがつきます。例えばヘッドギア。先ほども、スキルダメージを、受けた時に、ダメージを与えるスキルに、なってるんですけども、こちらの射撃でも同様ですね。なので、このレアスキルは、陛下による優劣は
ありませんので、ご安心いただければと思います。では、このレアスキルを見ていきたいんですけど、まず、ヘッドギアは、6秒に1回、スキルダメージを受けたときに、現在ターゲットしている相手に、1350のダメージ係数のダメージを与えるスキルですね。で、こちらは、そこそこ優秀です。ただ、これ、6秒に1回という制限があるので、どうしても与えられるダメージっていうのは、そこまで大きくないんですよね。なので、そこそこという評価になるのかなと思います。では、次に武器なんですけど、武器のレアスキルは、スキル発動時に3秒間、9% のダメージアップですね。で、これ、めちゃめちゃ強いです。スキル回転が速い構成だと、特に輝いて、戦闘中、半分以上の時間で、この 9% のダメージアップが乗ったりするんですよね。で、そうすれば、飛躍的に火力上がるので、レアスキルの中でも、特に優秀なスキルの一つなのかなと思います。では次に、ブーツですね。こちらは、野戦で、かなり輝くスキルで、15秒に1回、3秒間、周囲の敵の移動速度と防御力を25%ダウンさせます。これ、もちろん、ラリーとかでもかなり強力なんですけど、移動速度を下げるのが、これ、野戦でめちゃめちゃ優秀で、追撃するときや撤退するとき、もうどちらでも大活躍です。また、移動速度特化部隊を使ってるときでも、めちゃめちゃ有用で、ギリギリ相手をたげれないということが、よくあったり、逆にギリギリで逃げれてるって状況が、野戦だと結構あるんですよね。ただ、この最後の一押しに、レアスキルがめちゃめちゃ有用なんですよ。現に私、このレアスキルを相手が持ってて、このスキル効果のせいで、相手にターゲットされてしまって、多くの損害を被ったことがあります。直接的なダメージアップではないんですけど、非常に強力なスキルですので、こちらも、メイン武器同様、非常におすすめができるスキルなのかなと思います。では次に、直帰ですね。直帰もめちゃめちゃ優秀なレアスキルで、通常攻撃時20%の確率で3秒間、通常攻撃時に、基本攻撃時に、レイジを追加で40獲得できるようになります。もうこれも本当に優秀なスキルで、このスキルがあるおかげで、1秒早く、レイジスキルを打てるようになったりします。たった1秒と思われる方もいらっしゃると思うんですけど、このゲームのメインダメージソースはレイジスキルなので、それをちょっとでも早く打てれば、結果的にその戦闘中でのスキル発動回数が増えていって、飛躍的にダメージが伸びるんですよね。レイジスキルの平均発動時間が0.3秒違うだけで、体感ダメージ全然変わります。
なので、このスキルも非常に優秀で、メイン武器やブーツ同様におすすめできるレアスキルと言えるのかなと思います。では次に、バックパックですね。で、ここからちょっと風向きが変わりまして、カウンター攻撃時に20%の確率で2秒間25%敵の攻撃力をダウンさせます。これ、皆さんどう思いますか？確かにこれ、弱くはないんですけど、20%の確率かつ、同じターゲットには6秒間に1回しか発動しないので、実質的に普通のバフ換算すると7%の防御バフとか、それくらいになっちゃうんですよね。で、そうすると、もう普通の赤捨てとちょっとしか変わらなくて。なので、強くなりはするんですけど、レアスキルを出すコストを考えると、割に合うかと言われると、これ、全然そんなことなくて。なので、ここは、無理にレアスキル狙いをせずに、普通のステータスで妥協していって、全然良いのかなと思います。では次に、ボトムですね。で、こちら、結論から申し上げます。めちゃめちゃ弱いです。ボトムのレアスキルは、デバフされた部隊への、基本攻撃ダメージが15%上がるものなんですけど、まず、デバフされた部隊。この条件って常に達成できますか？先ほどのバックパックでレアスキルを解放して、他の部隊がデバフ効果かけたとしても、だいたい戦いの中で、5割くらいしかこの効果発動しないんですよ。で、しかもこれ、全体のダメージアップではなくて、基本攻撃のみなので、実際のダメージバフ換算すると、もう1%くらいしかダメージ上がらなくて。で、なので、もはや、この青チップでつくレジェンドの生成ステータスの方が、場合によっちゃ強いんですよ。なので、ここはもう本当にレアスキルをつける価値はないです。なので、生成チャレンジで入手できる赤ステータス確定のアイテムを、ここの、5番目のところに、使っていただいて、ステータス厳選をしていくのがかなり、良いかなと思います。あわよくば、レアスキルついても全然嬉しくないんで、もうここは、並走攻撃や通常の攻撃だったり、防御力、そのあたりのステータスを狙っていただくのが良いのかなと思います。こちらで装置以外のレアスキルについては以上になるんですけど、まとめると武器と直帰が、最強格。3番手がブーツで、4番手がヘッドギア。まあ、ここまでは取っていく価値はありますね。まあ、ただ、5番手のバックパックについては、狙うのではなく、まあ、ついでに取れたらラッキーくらいの温度感で。で、ボトムについては、一切強くないので、むしろつかないことを願っていくのが良いかなと思います。では次に、装置のレアスキルですね。レジェンドの装置を星5にするの、めちゃめちゃ大変なんですけど、それに見合ったレアスキルがついてきますので、
つけれるんだったらつけたいんですよね。なので、こちらについても、やっていこうと思うんですけど、まずはタレット。タレットのレアスキルは、基本攻撃時に20%の確率で1500ダメージを与えます。で、これ、結構優秀で、こういうダメージスキルって、20%の確率で発動、プラス6秒間に1回しか発動できない、制限があったりすることが多いんですけど、このスキルにはそれがないので、運次第では連発できるのが魅力ですね。で、大体、このレアスキルがあるかないかだけで、全体のダメージが5%くらい変わってきます。なので、レアスキルに恥じない非常に強力なスキルなのかなと思います。では次に、カモネットのレアスキルなんですけど、こちらは、回復効果を受けた時に60レイジ獲得できるスキルですね。で、これの発動契機の回復という条件は、カモネット自体の普通のスキルで自己完結してるのは非常にいいポイントですね。まあ、ただ、6秒間に1回という条件があるのと、あとは、他に回復スキルを持ってないヒーローが装着した時に、このカモネットの効果でしか効果を発動できないので、実質的に10秒に1回60レイジ、回復するというだけの、スキルになってしまうので、そう考えると、ダメージバフの方が強くないというのにもなってしまうのも、また一つ、事実だと思うので、回復効果を持たないヒーローにカモネットをつける場合には、無理にこのレアスキルを取らなくても良いのかなと思います。では次に、ウォードローンですね。ウォードローンのスキルは、部隊が50%以下になると、8%のダメージアップです。これ、強いといえば強いんですけど、めちゃめちゃ強いわけではないんですよね。この部隊が50%以下という条件。駐屯してるなら、発動してる時の方が多いと思うんですけど、通常の野戦とかだと、部隊を補充できないので、もはや50%以下になったら、その部隊は戻した方がいいんですよ。なので、このウォードローンのレアスキルは、駐屯用だったらあり。野戦用だったら、そこまで優先度は、高くないのかなと思います。なので、ステータス厳選をしていく過程で、ついたらラッキー。でも、その前に3%のダメージバフとか、それ以上のものがついたら、それを選択していただくのが良いのかなと思います。では次に、イオン化エネルギーですね。そしてこれ、めっちゃ優秀です。同じ兵種のみで組むと、攻撃が18%も上がるんですよ。野戦やラリーでは単種で部隊を組んでいくことになりますので、実質的に条件なしで攻撃18%アップはやばいですね。イオン化エネルギー自体、基本的に駐屯ではなく、野戦やラリーで使っていく兵装でもありますので、これは間違いなく取れるなら取りたいレアスキルになるのかなと思います。では最後に、
バトルコムレコーダーなんですけど、こちらは、10秒に1回2500ダメージを吸収できるシールドを貼ってくれます。まあ、確かに、このシールドスキルは優秀です。ただ、このバトルコムレコーダー、これ自体が、そもそもそんなに強くない上に、揃えるのめっちゃ大変なので、このレアスキルの優秀さだけ見たら、タレットとイオン化エネルギーの次になると思うんですけど、それだとしても、このバトルコムレコーダーを、レーダーですね。すいません。失礼しました。バトルコムレーダーを、使うんだったら、他の装置を使った方が強いので、このレアスキルは、もう気にせずで良いのかなと思います。そして、装置についてもまとめていくと、タレットとイオン化エネルギーは、なるべくレアスキルを解放したい。カモネットとドローンは、ついたらラッキーくらいの温度感で深追いはしない。そして、バトルコムレーダーは、そもそも、育てない感じですね。また、武器などの他の部位も総合して考えると、武器と直帰と、タレットとイオン化エネルギー。これどれかが星5になって、レアスキルを解放できるなら、まずそれをやっていって、武器と直帰と、タレットとイオン化。これらを、まあ、大体レアスキルを、付け終わったら、ブーツやヘッドギアに着手していただいて、その後は必要に応じてカモネットやウォードローン。そして、もしそこまで終わるのであれば、バックパック。このような順番でレアスキルを解放していただくのが良いのかなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上に、なるんですけども、いかがでしたでしょうか？もうレアスキル、めちゃめちゃ強力で、取得できれば、その部隊を大幅に強くすることができるんですけど、一つ解放するだけでも、めっちゃ大変なので。まあ、だからこそ、狙うスキルは、ちゃんと強いスキルに、絞るべきですし、それが最終的に強さにつながるので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。まあ、ただ、これ、あくまで運で、下手したら、もう10万円以上使っていっても、何の成果も得られませんでしたということが、あの、全然考えられるのが、このレアスキル厳選ですので、深追いはせずに、適度な範囲でやっていただくのが、良いのかなと思いますというところで、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。